ンガーデンのニクラです。稲毛です。今日はですね、簡単にできるおつまみですね。冷蔵庫にあるものでちょっと考えてみました。余り物ですか？もちろんです。あ、いいですね。何一つ買ってません。ぜひぜひ。何を作るんですか？今日はですね、レンジで作るやつですね。それも5分でできるものを作っていきたいと思います。5分で。はい。いいですね。では楽しみに。だから何作んだよ。言わない。最後まで言わない。言わない。材料紹介まで言わない。材料紹介まで言わないです。じゃあ期待してます。はい。では作っていきたいと思います。今日作るのは冷蔵庫によく余るもの。白菜とかね、ロットが大きかったりして白菜とキノコ。この辺余りやすいですね。玉ねぎとかも結構日持ちするんで冷蔵庫で余ってしまうものなので、ポン酢漬けを作っていきたいと思います。では作っていきたいと思います。まずですね、今日はレンチンで使うということで、耐熱容器に事前に袋をかぶしておきます。これしとくとね、洗い物もしなくていいので、後ほど処理が楽になります。まず白菜ですね。これ芯と葉っぱでね、火の入り方変わってくるので、まず葉っぱ。これも一口大で食べれる大きさで大丈夫です。一口大ってどんなもんだっていうと、だいたい 2.5 センチ。こんな。よくチョコレートとかね、あると思います。これぐらいで切っていきたいと思います。葉っぱの方はこんな感じです。入れていきます。で次、芯ですね。やっぱ火の入り方変わってくるので、まず縦に切っていきます。これもキノコサイズでいいです。キノコと同じぐらいに切っていくので、1センチ角ですかね。こうしたら火が入りやすいようにちょっと斜めにしていきます。こんな感じです。レンジでも火が入っていきやすいので、ちょっと斜めで切っていきます。こんな感じです。しいたけ、石突きのちょっと硬いところだけ取っちゃいます。これだけ取って、で火入りやすいので、このまま軸を落とさずに切っていきます。これだけ落とします。これだけちょっと硬いんでね。栄養価は軸が高いので、このまま入れていきます。でしめじもえのきも取りつかれてるのかな、何かエリンギも2本入りだとね、だいたい1本余るんですよ。しめじとかもね、これでっかいのだ。えのきこれ料理人として失敗でしたね。えのきです入れていきます。エリンギちゃんですね。こんな感じで一口大に切っていきます。で火が入りやすいので立って、とにかく手軽にいきたいのでこんな感じです。だいたい耐熱容器に合うサイズに合わせていただければと思います。これにお酒、酒蒸しのイメージですね。お酒を入れて、ニンニク、フレッシュなニンニクをね潰していただいてもいいですけど、冷蔵庫にあるものでなければニンニクチューブ、香り出し程度なのでこれを入れて、で旨味成分でこれにねラップしてレンジで3分レンチンしていきます。ではレンチンしている間に玉ねぎ切っていきます。まず芯をですねこう切り落として、で食感出したいので繊維に沿って薄切りにしていきます。こんな感じですね。酒蒸しのイメージにマリネのイメージを組み合わせていただければと思います。今回2分の1個4分の1個ぐらいですかね。そうこうしているうちにレンチンができました。こう切っていくと切りにくくなってくるので、これを次は倒してこうするとねずっと同じ感覚で切っていけるので、切りにくいってなったら倒してこう、ね、最後まで切りやすくなっていきます。で柚子です。今日は2分の1個使っていきます。香り出しのためにね。で柚子は縦で切らず横で切ります。要は丸っていうんですかね。味が入りやすいように切っていきます。ではレンチンしたきのこたちです。こいつにちょっとね食感入れたいんで、さっき切った玉ねぎと
ポン酢入れていきます。でここに旬の柚子、切った柚子です。入れて一度揉み込みます。これもう最初からやっとけば手間がいらないですね。もみもみしていただいて、もう柚子の香りがめちゃくちゃいいです。これね、ほんと季節によって柑橘変えていただくとまた違った雰囲気で日本の食材を楽しめると思いますね。こんな感じです。でこれ保存する時もこのまましまっておけばできるので、すごく手間がいらないですね。では盛り付けていきたいと思います。これに一旦戻します。酒蒸したちですね。オニスラとキノコたち、ほんと余り物のキノコでいいので無理して何か買おうとか、まあお好みでね、舞茸とかあると美味しくできると思います。そうですね。今春菊入れても美味しそうって言いましたけど、ちょっと僕春菊 NG なんで入れてないです個人的なあれなんで、ほんとね、お家にあるやつなんでね。ここに万ネギと、みんな緑です。大根おろし、もみじおろしとかでもいいですね。よいしょ。ではこちらで5分でできる、白菜とキノコのポン酢漬け完成です。美味しいよ。試食タイム、ではね、ジントニック合うと思い合うとますよ。思います。酒飲みながらね。ね、まずはね。まずはお酒を。あれね。ジントニックだ。ジントニック。つまみたいですつね。まみたいのでね。今回さっぱりトマト乗せてみました。もうこの時点で香りがいいです。ほんと、柚子。柚子めっちゃいい香り。白菜のね、芯のところがね、シャキシャキしてるからあんま好きじゃないんですよね。苦手な方いると思いますけど、まあ切り方しっとりしてるね。もちろんです。では、いただきまますす。無限。本当に柚子がいい感じ。でね、さっき言った白菜の食感も多少残ってるし、キノコがやっぱ旨味を出してますよね。ますね。これ簡単ですね。簡単です。鍋でね、白菜キノコがよく余りますからね。でね、スーパーで惣菜を買うぐらいだったら5分の手間かけてこれ作った方がめっちゃお得です。お酒とも合う。いい感じ。普通にレモンサワーでもいいし、焼酎のロックでもいいな。焼酎ロックいいかもしれないですね。麦焼酎ですね。和なんでね、余りもんでできるし、簡単にできるし、やっぱ私ちょっと国産なんでね、日本の柑橘、今回は柚子使いましたけど、橙、すだち、八朔、レモン、季節によってね、柑橘系変えていけるから、またそこの香り、甘み変わってくるんでね。ぜひぜひぜひこれは旬の食材使ってお家で作ってみてください。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。